マーク・ハント。マーク・ハントは、K1 やプライドで活躍した選手で、スーパーサモアン、サモアの怪人と呼ばれた人気選手でした。ナチュラルに強いと言われるサモア系の選手らしく、K1 史上、トップクラスのパンチ力を持つハードパンチャーで、頭部の CT スキャンで、頭蓋骨の厚みが、ピーター・アーツの約2倍あったとテレビで放送されたこともあります。そんなマーク・ハントは、2022年48歳になりました。ハントは、今、引退状態にあります。2020年に、ボクシングの試合を行いましたが、それ以来試合をしていません。彼自身は、まだ試合をしたかったようですが、戦う場所がないという状態にあると言います。ハントは、この状態を UFC の責任であると厳しく批判しています。ハントは UFC と法廷闘争を行っていたのです。2016年7月、ハントはブロック・レスナーと対戦し、結果は当初レスナーの判定勝ちでした。しかし試合後、レスナーの禁止薬物陽性が明らかになったのです。試合はノーコンテストに覆されましたが、検査結果が8月まで発表されなかったのは、故意に UFC が隠蔽したからだと、ハントは司法に訴えたのです。しかし、この訴訟が原因で、ハントは戦う場所を失ったと言います。俺は、もう戦うことをやめた。UFC を相手に訴訟を起こしたとき、戦いへの情熱を失ってしまったんだ。彼らは、俺から情熱を奪ったんだ。UFC を離れてからの試合は、ボクシングの試合だけで、次の試合はどこも組めなかったよ。この訴訟のせいで、どこの会社も俺を拾ってくれないと思う。このハントの訴えは、2019年2月、裁判所で棄却されました。さらに、連邦地裁は、ハントに対し、UFC に38万8000ドルの弁護士費用と経費を支払うよう命じました。ハントの訴えは、正当な訴えと認められず、逆に金を払えと言われてしまったのでした。ジェラルド・ゴルドー。ジェラルド・ゴルドーは、オランダ出身の格闘家で、喧嘩屋の異名を持つ選手です。何をするのかわからないという怖さを持った選手で、相手選手にサミングを仕掛け、失明に追い込んだり、顔面へ躊躇なくサッカーボールキックを叩き込んだりと、戦いになると相手がどうなろうとお構いなし。徹底的に相手にダメージを与えることを信条としています。そんなゴルドーも2022年で63歳になりました。ゴルドーは試合からは引退し、オランダのハーグに空手の道場を構えています。ゴルドーは私的な事柄を秘密にしておくことで知られています。彼に関して入手できる唯一の情報は、彼の職業生活とキャリアに関するものとなっています。彼は空手の指導を積極的に行っています。アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ。アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラはブラジルの格闘家です。プライド全盛時、日本で活躍し、柔術マジシャン、1000の技を持つ男と称されました。プライド崩壊後は UFC で活躍しました。そんなノゲイラは、2022年誕生日を迎えると46歳になります。ノゲイラは現在現役を引退し UFC ブラジルのアンバサダーであり、講演や格闘技イベントのコメンテーターを務めています。UFC では11試合に出場し、5勝6敗、プライドの時ほど活躍することはできませんでした。ノゲイラは長年の戦いで満身創痍の状態だったといいます。そして2015年に入るとトレーニングでほとんど他の選手に遅れを取ってしまうようになります。体が以前のように反応しなくなったとノゲイラは言います。2015年8月1日、約1年4ヶ月ぶりの復帰戦を行いましたが、結果は判定負け。オクタゴンを出ると UFC の社長ダナ・ホワイトは、私たちと一緒に仕事をしないか、ポストを用意すると言われ、ノゲイラは事前に引退を表明することもなく、その後の試合をやめて、ブラジルの UFC アンバサダーに就任することを決意したのです。ノゲイラは、以来、ブラジルの選手たちをサポートしていくことにしたのです。セーム・シュルト。セーム・シュルトは、身長212センチ、体重130キロの超大型の格闘家です。空手、ワンクラスで実績を残した後、K1、プライド、UFC でも活躍しました。特に、K1 では、ワールドグランプリを4度も制して、絶対王者と呼ばれました。
そんなシュルトは2022年誕生日を迎えると49歳になります。現在、セーム・シュルトは引退して格闘技の指導者となっています。K1 の選手へのファイトマネーの未払いが深刻化すると、シュルトはグローリーというキックボクシングの団体と契約しました。グローリー移籍後も初代のヘビー級王座になったり、ヘビー級トーナメントで優勝するなど大活躍しますが、2013年6月、心臓病が発覚し、現役を引退したのでした。現在は元気になって、シュルトはオランダでファイトゲームアカデミーというジムを経営しています。今は楽しそうにキックボクシングを指導しています。フランシスコ・フィリオ。フランシスコ・フィリオはブラジルの格闘家です。極真空手の世界大会でチャンピオンになり、100人組手を2回以上成功させた数少ない空手家の一人です。K1 に参戦すると、アンディ・フグ相手にいきなり KO 勝利を飾り、ファンの度肝を抜きました。その後も K1 の伝説の選手ピーター・アーツと2度戦い、2度勝利しています。試合は2004年5月、レミー・ボンヤスキー戦が最後となりました。そんなフランシスコ・フィリオは2022年51歳になりました。現在はブラジルの極真の支部長となり、若い人材を育てています。また、2006年5月、サンパウロに自分のジム、フランシスコ・フィリオ一撃アカデミーも開設しています。アーネスト・ホースト。アーネスト・ホーストはオランダのキックボクサーで、ミスター・パーフェクトと呼ばれた突出した技術を持つ選手です。K1 ワールドグランプリを4度制して、K1 の主催した大会の最多優勝回数を記録しています。2022年誕生日を迎えると57歳になります。ホーストは、現在、妻と子供たちと一緒にオランダに住んでいます。自らが経営するジムで選手を育成しています。バスルッテン。バスルッテンは、パンクラスで活躍した後、UFC でチャンピオンになった選手です。彼は、多彩な才能を持ち、俳優、テレビのパーソナリティとして、リングの外でも名を馳せています。そして、バスルッテンといえば、バーでの乱闘が有名です。世界各地で喧嘩をしています。ルッテンは、豊富な乱闘の経験を生かして、護身術の DVD を自主制作しましたが、その過激な内容が面白いと、日本のテレビでも紹介され、話題になりました。バスルッテンは、2022年57歳になりました。現在、カリフォルニア州ウェストレイクビレッジに住んでいます。空手コンバットという団体のコメンテーターを務め、SNS で自らの経験を発信したり、インタビューに答えたりしています。バダハリ。バダハリは、オランダのキックボクサーで K1 などで活躍しました。悪魔王子、K1 の問題児と呼ばれたバダハリは、リング外の乱闘騒ぎや過激な発言で話題になった選手でした。彼は、今まで様々な暴行容疑で何度も逮捕されています。クラブで警備員を殴る、通行禁止の場所で車を運転し、歩行者に怪我を負わせる、元ガールフレンドを暴行し、家に火をつける。クラブのオーナーの顔を蹴り、歯を折るなど、これ以外にも彼が関わった暴力事件はたくさんあると言われています。バダハリは、自分の性格について、私はいつでも爆発することができます。私は、ブレーキが外れると、爆発し、その全てに目が届かなくなる。私の中にある、この攻撃性をどうしたらいいのか、それが、どこから来るのかも、私はわからないと語っています。そんなバダハリですが、2022年誕生日を迎えると、38歳になります。バダハリは、最近負けが込んでいますが、まだ、現役の選手として、グローリーという団体のリングに上がっています。バダハリには、4人の娘と1人の息子がいます。バダハリは、子供がキックボクシングを続ける大きなモチベーションになっているといいます。バダハリの弁護士によると、2014年5月、ドバイで逮捕され、以前の事件について尋問を受けたそうで、それ以降は逮捕されていないとのこと。子供のために、今は真面目に格闘技に取り組んでいるようです。レイセフォー。レイセフォーはニュージーランドのキックボクサーで、K1 で活躍しました。軟体の黒豹と呼ばれ、得意技のブーメランフックを武器に、ノーガードで打ち合う姿にファンは興奮しました。
レイセフォーは2022年で51歳になりました。現在はネバダ州ラスベガスに住んでいて、プロフェッショナルファイターズリーグという格闘技団体の社長をしています。豪邸に住み、金銭的にも成功しているようです。選手としては、2013年8月に行われた総合格闘技の試合が現役最後の試合となりましたが、50歳を超えた今、いつでもグローブをつけて戦うことができるといいます。というのも、週に6日はジムに通い、週に3日はスパーリングをし、コーチをしているからだそうです。団体の社長になり成功している自分自身について、こう語りました。私は自分の夢を追いかけるという言葉に従って生きてきました。ただ夢を追いかけてきた。頭を低くして、ただひたすら仕事をしたんです。彼は若い格闘家に対して目標を設定し、夢を追いかけることの大切さを教えています。バタービーン。バタービーンは、ぽっちゃりボクサーとして、ボクシングや K1、総合格闘技のリングに上がった選手です。ミシガン州の工場で働いていた時に、同僚から地元のタフマンコンテストに出場を勧められ、トーナメントで優勝。ここから格闘技のキャリアをスタートさせました。リングネームのバタービーンの由来は、タフマンコンテストに出場した時、体重制限があり、減量の必要がありました。工場の同僚たちは、バタービーンズとチキンを食べるようにアドバイスし、バタービーンズは抜くなよと言われ続けました。それが、功を奏し減量に成功したことから、これをリングネームとしました。以来、ボクシングや格闘技、プロレスの試合に出続けて、カジノでの戦いを含めると300戦以上戦っています。そんなバタービーンは、2022年誕生日を迎えると56歳になります。2018年にアラバマ州ジャスパーにレストランを開業しましたが、現在は子供たちに経営が引き継がれて、バタービーンは8人の孫と遊んだり、鹿の角やワニの顎の骨からカミソリや筆記用具を作ったりして過ごしています。ベニー・ユキーデ。ベニー・ユキーデはアメリカのキックボクサーです。リングの赤い蝶、またはベニーサ・ジェット・ユキーデという異名で呼ばれ、ジャッキー・チェンの映画スパルタン X やサイクロン Z などで圧倒的な格闘テクニックを披露し、格闘技界の伝説の人物として語り継がれています。そんなベニー・ユキーデは2022年誕生日を迎えると70歳になります。現在はカリフォルニア州ウッドランドヒルズでキックボクシングを教えています。個人に対して格闘技をレッスンするのはもちろん、エンターテイメント業界でスタントコーディネーターとして働いたりと精力的に活動しています。はい、ということでございまして、日本で活躍した格闘家についてでした。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。